移植をした次の周期は採卵はおすすめはしていないんですね。当院の特徴はですね、胚盤胞の2胚移植ですね。移植をした次の周期は基本的にあまりおすすめはしていないんですね。これは経験的になんですけれども、移植をした次の周期に育ってくる卵胞があまり質の良くないものが多いです。中には卵子の入ってない袋が育ってきたり、あと取った時にすぐもう悪くなってしまっているような、そういった変性卵というのが出てくる確率が多少上がるので、基本は1周期空けることをおすすめはしています。ただ正直時間のない方とか、続けて希望の方は、適宜ですね出して対応はしていくので、相談していただければと思います。2胚移植はやっています。2胚移植にも2つのパターンがあって、初期胚の2つ、2胚移植と、あと胚盤胞の2胚移植と。2胚移植で当院の特徴はですね、胚盤胞の2胚移植ですね。2胚移植をする場合っていうのは基本的には1つの胚を移植して着床がうまくいかない場合、良好と思われる胚盤胞がうまくつかない場合に、じゃあ次の手段として2つ戻してみましょうと。ただ2つ戻すということはですね、今まで全然つかなかったものが、急に2つつくということも実は過去にあるので、この2つの2胚移植は基本的に良好と思われる胚盤胞とそうでないもの2つセットで戻すと。そうするとですね、いいものを1つ戻した時に比べてもう片っぽの胚盤胞がおそらくですけども子宮の内膜と何かしらのインタラクションというかですね、そういった相互作用を起こして結果的に着床の環境が一つの時よりも改善して本来のですねいいと思われる胚盤胞の着床を助けるというそういった考え方で行っていますので、2つ戻した場合なるべく双子のリスクを抑えて着床率を上げるという方法で胚盤胞の2胚移植っていうのを、行っています。排卵周期がちゃんと整っている方は自然周期で戻すことが一応おすすめではあります。ただ排卵がうまくいかない方とか、子宮の内膜があまり厚くならないとか、どうしてもそのお仕事とかでですね日程がなかなか調整が難しくて自分の排卵に合わせるとなかなか移植日がですねお休み取れないというような事情に関してはある程度ですね移植を調整できるホルモン補充を選んだりすることは中にはありますが、基本的には自然周期を提案することが多いですね。この歯科の麻酔をするとか、あと抗生物質とかを飲む、ないしは熱が出たとか、痛み止めを使うとかね、そういうような薬が影響するかどうかに関しては、正直わからないところが多いんです。ただ結論として予定の月経までに何かしらそういった薬が影響していれば、生理が来て終わってしまうという形で後にですねその影響を残さないっていう風な時期と考えています。もちろんそれが理由で妊娠しなかったっていうわけにはならないんだけど、仮にそれが影響したとしてもその後に流産とかですね先天異常とか起こすようなことが生じる時期ではないので、必要であればその期間は使っていただくことは構わないと思います。一般的なそういう抗アレルギー剤とか、こういうヒスタミン剤っていうものはなるべく避けて、例えば漢方を使っていただくとか、あとは局所のですね目薬とか点鼻薬とかそういうのは使っていただいたりして、内服は少し控えたりしていただくっていうふうに提案するケースはありますね。大丈夫です。ここは安静にしててもしてなくても結果には差が出ませんということは分かっていますので、ここは心配されなくていいと思います。初期胚に関してはですね、採卵して2日後かないしは3日後、どちらか選ぶことは可能です。で、胚盤胞に関してはその周期の
卵胞の発育、自然出期の場合は卵胞の発育に合わせて、ベストな日が決まるので、それを無視して日にちをずらすことは基本的にはやっぱりお勧めはできないんですよね。ただその卵胞の発育程度によっては多少のですねその幅はあるので、そこに関してはその時にご相談というふうにはなりますけれどもね。実際にそういったケースはありまして、もちろん一つのですね卵を戻しても実は2つになるケースっていうのは、あります。1つの卵が、お腹の中で2つに割れる場合がある、そういったケースもあるんですが、特に何も言われなかったりするとその排卵の時期にタイミングをとっていて、その後1週間後に移植をしたらその2つが同時に妊娠していたっていうことは過去にもあったということですね。なのでなるべく移植の周期は性交渉は控えていただく方がいいのではないかと思います。鍼灸ですね、基本的にはお任せをしています。特にしてはいけないということはない。逆に移植後のそういった針がねリラックスして、妊娠にプラスに働くというようなねそういうことも言われていますので問題はないかと思います。胚盤胞、凍結胚盤胞の方が確率が高いというのはこれ実は当然でしてね。というのは初期胚っていうのは必ず胚盤胞になるかどうかっていうことは保証されてはいないんですね。ただ凍結の胚盤胞っていうのは当たり前だけども胚盤胞になったという状態で凍結をしているので、途中で分割が停止しているっていうものは除かれています。ただ1回目に初期胚を戻すのは、お腹の中で育てていただく力があればそれが負担のかからないやり方なので、それをお勧めはしていますが、もし最初から外でね育てて胚盤胞を作りたい場合はそういう方法を選んでいただくことは構わないかと思います。これはですねいろんな説があって、初期胚の場合はですね2日目とか3日目に移植すると胚盤胞まであと2日3日かかるので、その間子宮内にとどまっているものもあれば子宮から卵管の方に一旦動いて戻ってくるものもあるとは言われています。で実際に体外受精でやっても子宮外妊娠というのが存在しているのは子宮の中に置いた受精卵が移動しているということになります。そういう動いているということはそういった事実からですね、間違いなく起きているとは思います。ただそれが例えば自分が動いたとか、激しい運動をしたから着床するまでにコロコロいろんなところに行くと、そういうのは関係ないと思います。何かしらその子宮の中にとどまらないで受精卵が動くような、そういった子宮のですね、内膜の動きとかそういうものが関わってるんじゃないかとかそういう説はいろいろあるんですけれども、実際にちょっとはっきりとした理由ですね、そういうのはわからないし予測はつかないと思います。基本的に第2子を考える場合は、授乳がある程度終了している、断乳をしているということと、あとは月経周期がおおむね2周期から3周期、整って生理が順調になった状態で妊娠をされることが望ましいので、基本的にはその時期に妊娠されるようお勧めをしています。